ちょっとしたことですぐ疲れる。なんでこんなに体力ないんだろう。まあ年齢的に仕方ないか。でも、周りを見てみると、同年代、あるいはそれ以上でも、とても精力的に動いている人がいる。この差は何なんでしょうか。もともとの体力の違いなのか、それとも、実はこの差は、体力そのものではなく、エネルギーの使い方の違いです。そしてその使い方を左右しているのが、思考の量なんです。私たちは気づかないうちにずっと考え続けています。ここで少しイメージしてみてください。思考が多い状態は、頭の中でずっとアプリが立ち上がり続けているスマホのようなものです。未来の不安、過去の繰り返し、自分への評価。こうした思考は見えないところでずっとエネルギーを使い続けています。例えばこんなことはないでしょうか。朝起きてすぐに、また仕事か、やだな。出かける直前に、やばい遅刻しそう、また怒られる。こうした思考は意識して考えるというより、無意識に勝手に流れてきます。そして気づかないうちにこれが習慣になっている。ここがポイントです。この思考、実は現実そのものではありません。あなたがネガティブということでもありません。ただ流れている過去のパターンなんです。ネガティブな自分はダメとご自分を否定しないでください。単なる習慣です。でも私たちはそれを事実のように受け取って体を緊張させてしまう。そして気づかないうちに疲れていく。でも、思考が流れている時に気づいて意識を体に戻すと、この流れは止まります。するとさっきまであったはずの重たさが少し軽くなる。このように意識が体に向いている状態は、今この瞬間の感覚だけが動いている状態です。つまり、バックグラウンドの処理が止まっている。その結果何が起きるのでしょうか。まず疲れにくくなります。頑張ってるからではなく、無駄な消耗が減るからです。同じ行動でもエネルギーの減りがゆっくりになる。そして回復も早くなる。次に体が軽くなります。これは体力が増えたというより、無駄な力みが抜けた状態です。姿勢は自然に整い、呼吸がゆっくりになり、筋肉の余計な力みが緩む。その結果、長く楽に動ける体になります。そして、パフォーマンスが変わります。判断が早くなり、迷いが減り、体の動きが自然に流れ始める。これはいわゆるゾーンに近い状態です。スポーツや芸術の中でよく言われる、気づいたら体が動いていたという感覚です。なぜそんなことが起きるのでしょう。理由はシンプルです。思考は少し遅い。体の感覚はもっと早い。思考を通すと、どうしよう、これでいいのかな、失敗したらどうしよう、とワンテンポ遅れます。でも、意識が体にあると、感覚からそのまま動ける。まるで指揮官を通さずに現場が直接動いているような状態です。ただし、思考がゼロになるほどいいというわけではありません。思考は道具です。必要な時に使い、それ以外は静かにしておく。このバランスが自然の状態です。思考が静かになると、体は元々の設計図を思い出します。無意識に踏んでいたブレーキが外れ、エネルギーはまっすぐ流れ始める。その結果、疲れにくくなり、軽く動けて、いつも以上の力が出る。
それは新しい能力ではなく、もともとあった力が遮られなくなる現象です。ではこの変化はどのぐらいで体感できるのでしょうか？まず最初に起きるのはとても小さな変化です。呼吸に意識を向ける、足の裏の感覚を感じる、思考が流れ出したらただ気づいている、そして体の感覚に戻る。ご自分を否定しない。それだけで数秒から数分で静けさや軽さが現れます。あれ、ちょっとなんか穏やかになった。その感覚が出たらもう入り口に立っています。少し続けていくと日常の中で小さな変化が増えてきます。疲れにくい日がある。イライラの回復が早い。ぼーっとしているのに調子がいい。ただここではまだ思考の状態と感覚の状態を行ったり来たりしています。さらに続けていくと少しずつベースが変わってきます。無意識に体に戻ることが増え、思考に飲み込まれる時間が短くなる。そしてふと気づきます。なんか前より全然楽になってる。気分のいい日が多い。感情も穏やかでいられる。疲れにくさもここで安定してきます。そしてここからはっきりとした変化が現れます。集中が自然に続く。行動にキレが出る。ゾーンのような感覚が現れる。これは明確な能力の変化として感じられる段階です。ただし、このプロセスは早く変わろうとすると遅くなります。なぜなら、焦りそのものが思考の状態だからです。コツは、一日に何回体に戻ったのか、それだけを見てみてください。成功も失敗もありません。ただ、体に戻った回数だけ。これをゲームのように続けていくと、自然に体にいる時間が長くなっていきます。この変化は何かを積み上げていくプロセスではありません。むしろ余計なものが少しずつ剥がれていくプロセスです。だからある日ふと気づきます。前より疲れなくなった。なんか楽に動ける。いつも気分がいい。それはまるでずっと背負っていたリュックをいつの間にか下ろしていたような感覚です。ではここからそれを日中の中で体験していきましょう。朝目が覚めたとき、体の重さを感じます。呼吸が出入りしている感覚を感じます。また今日も仕事か嫌だな。そんな考えが出てきたら、それを否定しない。ダメだと思わなくていい。ただの思考の癖が流れているだけ。その思考にただ気づき、そのまま軽く伸びをしたり、胸を開いてみてください。体を動かしながら感覚に戻る。動きながらの方が思考から自然に抜けやすくなります。そして身支度をするときなど、例えば顔を洗うとき、水の温度を一つ感じる。歯を磨くとき、手の動きに少しだけ意識を置く。ここでも思考が出てきても大丈夫です。戻れない感じがしても問題ありません。そんな思考が流れてるな
と気づいて、また感覚に戻ります。何か一つできることを行っていきます。そして通勤時間など歩いているときは足裏の感覚、座っているときは体の重さ、その時、今日の仕事の不安や憂鬱さが出てきたら、ただそれに気づき、無理に消そうとしなくていい。そしてまた感覚に戻る。思考に引っ張られてもまた戻ればいい。それを何回でも繰り返します。それだけで1回成功です。日中は短く戻ります。1回10秒でいい。仕事の中でどうしたらいいのかわかんない。うまくできないかもしれない。そんな思考が出てきたら、それもただ思考の流れ、自分を責めなくていい。呼吸を1回感じる。肩の力を少し抜く。それだけで十分です。気づいた時だけでいい。夕方の少し疲れが出てきた時、ここがチャンスです。思考に引っ張られやすい時間帯ですが、だからこそ戻る価値がある。目を閉じて呼吸を感じる。何も変えようとしなくていい。ただ感じるだけで体は回復を始めます。そして夜寝る前、お布団やベッドに横たわり、体をゆっくり感じていきます。足、お腹、胸、首。もし昼間の出来事を思い出して不安になっても、それも否定しなくて大丈夫です。そしてまた体の感覚に戻る。今日は何回戻れたでしょうか？思い出せたならそれで十分です。この一日のサイクルで行ったことは、思考に気づき、そして体の感覚に何度も戻っただけです。体の感覚に戻るたびに思考のノイズは静かになり、気づけば前より疲れていないご自分がいます。それは新しい自分ではなく、もともとあった力が流れ始めただけです。今日もまた何度でも戻ってきてください。